皆さんこんにちは。平松浩二の弟子の加瀬貴則です。本日は未生黒松の1年間の管理方法というところで、皆さんにご紹介させていただければと思います。目の前にありますこちらが、今年2026年の3月末4月初旬あたりに植えた未生の黒松になりますね。だいたい1ケースで200前後くらいありますでしょうか。はい、こちらを将来盆栽に仕立てていくためにどういったことをしているかというのをご紹介させていただければと思います。まず、未生のやり方なんですけれども、私どもは、私どもが住んでいる高松では、この辺りの盆栽屋さんが共同でまとめて種の方を、県の方の森林組合と提携してですね、皆さんで買っていって、それを盆栽園さんで分けてやっているという形なんですけれども、基本的には、今年2026年なんですけれども、松ぼっくりからやっぱり種が出てくるわけなんですけれども、今年のこの種で言いますと、まず2025年の10月にですね、黒松のまだ松ぼっくりが緑の頃に松ぼっくりを採取いたしまして、そちらを天日干しを 1ヶ月くらいするんですけれども、そうすると皆さんがイメージするような松かすが開いたようなものになりまして、そこから種がだいたい1つの松ぼっくりからだいたい30前後くらいは取れるかなっていうところなんですけど、そちらを採取いたしまして、松かさ、松の種には羽がついているんですけれども、それも取りまして、冷蔵保存を、最大3月くらいまでしておきます。そしてですね、植え込みの時期がだいたい3月中旬から遅くても4月中旬ぐらいにはまでには終わらせたいんですけれども、その冷蔵保存しておいたものをですね、だいたい一晩、少なくても一晩1日くらいは水にまず浸しておくというところからスタートになります。そしてですね、ここで一つポイントになるのが、今回のこのケースでは起きていないんですけれども、未生を生えたての頃に立ち枯れっていう現象が起こることがあります。それは菌の細菌に感染して起こるものなんですけれども、この水に浸す時にですね、同時に殺菌剤も商品の希釈倍率通りに入れておいていただいて、殺菌をしておくとその立ち枯れを防ぐこともできます。ちなみに使用している消毒はベンレートを今年は使用しました。で元気に立ち枯れも一つもなく生えてくることができました。はい。で大体3月末4月初旬に植えたものなんですけど、こちらが大体植え込みから20日程度経ちましたら、芽が生えてき発芽し順調に発芽しまして、このように成長してきているというところになりますね。でこのまま育てていてもいいんですけれども、将来盆栽に仕立てていくということを考えた時に、まず私たちはここでもうすぐにですね、鉢上げをします。じゃあ1本ちょっと試しに抜いてみたいと思うんですけれども、あんまり力任せに抜くと根がちぎれてしまいますので、特にこういった若い苗ですとちぎれやすいので注意していただいて、これ竹串とかで抜いていただきますと、はい。黒松特性上ですね、根が下に直根と言いまして、こういった根が走りやすいといった特性があります。ご想像していただければと思うんですけど、地面に植わっている松なんかはもう地中深くにこういった一本太い根が走っていることが多いですね。でこういうのはですね、やっぱりその地下水の方まで求めて一本太い根を走らせて、そこでもう水が供給できればもう十分といった形で、盆栽とは反対で、こういった細い根は淘汰どんどんされていくんですけれども、反対に盆栽は、将来盆栽に仕立てていくとなった時に、やはり小さい鉢に植え込んでいくということが
ベースになりますので、となりますと将来盆栽に仕立て小さい鉢に入れ込む時にやっぱ不利になりますので、基本的には直根は処理するといったことが必要になります。で、ちょっと別の話なんですけれども、未生の黒松で軸切り刺し目という方法もやってる方がいらっしゃいまして、そちらはもう完全にこちらの根を残さず、この軸のところで、今回ハサミで切ってしまいますけど、カミソリなので本当に軸をこの白根の部分ですねを切ってしまって、白根の方を切ってしまって、本当に通常の挿し木のような形ですね。このまんま土に植え込んで、小さいサイズを目指して作るっていう方法もあるんですけれども、私はあまり経験上あんまり粘りにもそんなに大きな変化はないかなと思っているので、ただ少なくとも直根だけは処理しておきたいので、それだけは必ずやってくださいというところですね。で、実際、ここの植え込みの方も今からやっていきます。はい、実際こちらの植え込みの方なんですけれども、直根は処理します。だいたいまだ小さいんですので、このくらいの根の量でも十分これから元気に成長します。はい、で植え込みの砂なんですけれど、用土なんですけれども、基本的に黒松は排水性が高い方がよく根が育ちやすいので、僕が普段使用している用土は赤玉2割3割、砂残り7割8割とか、排水の方が多めですね。実際にやられる方はお住まいの水かけの頻度であったり、そういったところと相談して考えていただければと思います。用土は今言ったものを使っていただいて、埋め込みは簡単ですね。で、あまり深植えしすぎてしまいますと、せっかく直根切ったんですけれど、またこの辺りから中間部の方から根が生えてきてしまいますんで、根が隠れるくらいでこちらですね。はい、で軽く揺らしてやってですね、表面整えてやって、あとは通常通りはじょうろで水やりでもいいですし、今試しているようなこういった道具付けでも大丈夫ですので。はい、こうすると隙間の土も締め込まれていきますので、一応これで一鉢完成っていったところですね。はい、でこの後の管理なんですけれども、基本的に4月上旬に種をまいたとして、だいたいそこから20日後発芽と考えて、そのあたりでもう4月の末頃ですよね。5月だいたい中旬頃からですね、私の方ですと IB 化成肥料の方をだいたい2粒ほど置いて使用しております。で、私があとプラスで追加して効果がちょっと少しあったかなと感じているのが、通常の使用よりは少しペースが早いんですけど、液肥の方をちょっと2日3日に一遍ほど、通常の希釈倍率も記載の倍率で大丈夫ですので、そちらを使用したら少し太みも変わったかなというふうには思いますね。で肥料の方を、大体黒松の太みの成長っていうのが大体11月頃までなので、そのあたりまで水かけと肥料の方は継続していただいて、で大体その11月までにやっぱり太み、なるべく太らせるような意識でいっていただけるといいと思います。で、私の、この黒松未生のこの、今後の予定なんですけれども、大きく2パターンありまして、一つは、やっぱり1年目、4月にまいたやつがもう11月でこのくらいの太みまで得られたもの、得られれば、当然その年の11月から2月の一般的な針金かけの時期に、針金を巻いてですね、曲げ込みを行うといった仕立て方がまず一つで、2つ目は以前親方の方が接ぎ木の動画を上げていたんですけども、その際に使用する台木に使用するといった2つのパターンがありますね。
そちらを1年目までに仕立て上げられれば木作りのペースも早まりますので、ぜひ毎日の管理が難しいんですけれども、ぜひトライしていただければと思いますね。はい、では以上になりますが、今まで話したのはここの黒松の種をまいたところから1年目までの管理というところを大まかに説明させていただきました。皆さんも種を入手する機会があればぜひチャレンジしてみてほしいなと思います。本日はありがとうございました。